分の膨ら具合とか。いいセカンドのロゴ付きがなくなってる。どうも美ボディ研究部部長の佐久間美桜です。はい、今日の動画はね、永久保存版の神回だと思います。前回ね、バストアップにおいて成長期を無駄にしない5つの習慣についてお話ししましたが、その1つ目の習慣でご紹介した本当に自分に合うサイズのブラの見つけ方について、佐久間流のブラの測り方、付け方、盛り方、育て方にまで関わってくるお話をしていきたいと思います。そして動画の最後にはみんなで作るナイトブラの現状報告もしていきたいと思いますので、今日も最後まで楽しんでいってください。それでは本日も美ボディ研究部スタートです。レディゴーということで、まずは測り方ですね。柔らかめのメジャーでアンダーサイズだけ測ります。アンダーサイズっていうのはお胸の膨らみのすぐ下の肋骨周りのことです。ここは本当は下着とかも何もつけないで測ってあげた方が正確なサイズが出やすいと思います。佐久間は62.5 ですね。そして世間一般では次にトップサイズ、お胸の膨らみの一番高い部分を測るんですけど、佐久間流ではここからはもうメジャーは使いません。こちらの動画で話した通り、トップとアンダーの差によって決められている現時点での国家規格サイズ表というのは、なんと昭和から変わっておらず、食べ物や生活習慣がここ数年でガラッと変わってしまった現代人の体には半数以上の人が当てはまらないと答えています。私もね、その真実を知らない頃は下着屋さんに聞けば間違いないだろうと思って試着室でね採寸していただいて、サイズ表と照らし合わせたカップが D だったので、私は D なのかと疑いもせず、店員さんのおすすめの D65 のブラを持ってきてもらったんですけど、あれ入らないですねってなって、もしかしてちょっと垂れちゃってるのかなとお辞儀してね測ってもらったりもしましたが、それでもサイズ表と照らし合わせると E にしかならなくて、結局最終的にいろんなサイズを持ってきてもらっては試着してを繰り返した結果、 G から H カップに落ち着きました。それ以来はね、店員さんを呼ぶのをちょっとやめちゃってたんですが、別にね店員さんが悪いわけじゃないんですよ。全くサイズをわからない状態で店員さんに聞いちゃうと、店員さんもねサイズを測ってサイズ表に当てはめるっていうことしかできないので、じゃあ国がそのサイズ表を最新のにすればいいじゃんと思いますけど、それが簡単じゃない理由はこちらで語りましたので、じゃあ佐久間流ではここからどうやって測るのさというと、下着屋さんで服の上からいろんなカップサイズをまず当ててみて、一番カップの中に胸が綺麗に収まるなと感じるものの中で、バージスラインと言われるこのお胸の膨らみの下のカーブとブラのカップのカーブがピタッと合うものをこの時点ではまだざっくりとでいいので探します。でその結果、自分は C カップぐらいかなとか思ったら、事前に自宅で測っておいたアンダーサイズに最も近いサイズの BCD カップくらいを一緒に試着室に持っていきます。そこから店員さんを呼んでもいいし、いや店員さんに体見られるのは恥ずかしいっていう方は自分でできるので大丈夫ですって伝えて、この動画を音ちっちゃくしながら試着してみてもいいかなと思いますし、グラマラスレーダー習慣にも載せてるので、お持ちの方はね喋っていってもいいかなと思います。そこでしっくりきたサイズのブラが正しいサイズのブラです。たとえサイズ表に当てはめると、あなたは A カップですって言われたとしても、この後紹介するブラの付け方をしてしっくりきたサイズが C カップだったなら、正しいサイズ、使うべきブラ、あなたのお胸をきれいに育てていけるブラは C カップですというのが佐久間流正しいサイズの測り方です。ブラにおいては数字より試着、フィット感っていうことですね。さあここからは付け方です。後ろホックのものだったら前かがみになってストラップに腕を通します。でお腹のお肉も入れるようなイメージで下からお胸を中に入れます。で難関のホックの留め方なんですけど、背中で留める方法は指で両側の金具の位置を触りながらグイッと引き寄せて、一気に留めようとせず一つずつ留めていきます。できた。3つのタイプとか結構固めのやつとか難しいのもあるのでね、私も後ろで留めるのまだね下手くそなんですよ。でも別に先に前でホックを留めてウエストあたりでくるんと回してつけてあげるやり方でも特に問題ないって下着屋さんもおっしゃられていたので、やりやすい方で大丈夫だと思います。で次、これまた難関のストラップの調整ですが、ゴムのきつさは指1本が楽々通るくらいがちょうどいいと言われています。2本楽々だと緩すぎるし、1本も入れるのきついってくらいだと今度は締めすぎで血流が悪くなって肩凝っちゃったりとか、栄養もうまく行き渡らなくなって逆にバストアップの妨げになっちゃったりするので、指1本楽々に入るくらいに調整してあげましょう。そして次に見るのがブラのアンダーラインなんですが、横向いた時に前と後ろが一直線になるように調整します。バストをね引き上げようと無理にストラップをきつくしたり、アンダーサイズが合っていないブラを使っていたりすると背中側だけ上に上がって平行じゃなくなってくるので、私も中学の時
これよくやっちゃってたんですけど、この間違いは結構多いので、大体でいいので床と平行になるように、一直線になるように気をつけてみてください。最初はね、このくらいでいいのかなってちょっとよく分かんなかったり、何回も外して調整してつけて、なんか違うな、外してってめんどくさいので、この部分はね、私は店員さんを呼んでお願いしちゃってますけど、どうしてもね店員さんに体を見られるのは恥ずかしいっていう方とかは、何とか練習すれば一人でも必ず慣れますので大丈夫です。で、そこまで調整できたブラをつけてみるとこんな感じになります。一見ね悪くはなさそうですが、実はここからさらに魔法をかけれます。ここから盛り方編です。普通につけた状態で90度以上お辞儀します。体が硬い方は別に膝とか曲がっちゃっていいので、とにかくお胸がおへそより下に行くようにして、重力で上半身全体のお肉をお胸に集合させるイメージです。で、さらに手を使って上半身全体のお肉をお胸に集めます。ちょっと説明が難しいのでこれくらいの状態でやりますけど、本来はずっと90度以上お辞儀した状態で行ってください。左手を右胸とこのストラップの中を通って右の背中の方まで伸ばします。そして背中と脇のお肉をマッサージの時の動きでぐわっとブラの中に収めます。そしてなんとお腹のお肉もお胸にできます。ブラの下まで手を伸ばして、この辺のお腹の上の方のお肉もぐわーっとブラの中に入れて一度上まで持ち上げます。ここでブラのカーブをもう一度しっかりとお胸の下のバージスラインにフィットさせて、持ち上げたお肉の手を離します。するとしっかりお腹の上の方のお肉も入っていつもよりボリュームアップしているかと思います。ちなみに日頃ブラトップとかスポーツブラとかばっかりつけていて、もうバージスラインなんて境目わかんないんだけどってなっちゃってる方は、最初は慣れないから苦しいかもしれませんけど、2週間3週間くらいしっかり自分の体にフィットしたワイヤーブラをつけ続けてあげれば、ちゃんとバージスラインは戻ってくるので大丈夫です。何でもそうですけど、いつもと違う慣れてないものを習慣づける時って最初は結構ね苦痛だと思いますけど、人間には良くも悪くも慣れるっていうシステムが備わってるので、苦しいのは最初の 1,2 週間くらいだけ。その後はねしっかりサイズが合っていればワイヤーブラでも全然苦しくなくなりますし、私もこの前気づかずにワイヤーブラのまま久しぶりに寝ちゃってて、全然苦しくなかったから気づかなかったって思ったので、それぐらい慣れちゃうんで大丈夫です。もちろん形とかサイズが合ってないワイヤーブラだといくら長い間つけてもねより苦しくなっちゃうだけだと思うんですけど、今日お伝えする方法で自分にぴったりのサイズは見つかるはずなので。そして今外側からお肉を持ってきましたけど、内側もお胸をきれいに見せる上ですごく大事なんです。内側から手を入れてグイッと円を描くように持ち上げる。すると綺麗な丸いラインが作れますので、もうね四方八方から持ってきてください。ちょっと難しいとかめんどくさいっていう方は、このアンダーラインの部分をグイッと持ち上げて、また90度以上お辞儀したままホイ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 って揺らしてあげると、見事にね重力で上半身全体のお肉が勝手にお胸に集まってくれますので、ちょっとめんどくさがりさんはねこれもおすすめです。あとお肉が硬くてなかなか動いてくれないっていう方は、まずはね毎日サクマッサージしてみてください。これ毎日してれば本当にお胸がホワンホワンに柔らかくなってくるので。そして最後に脇肉なども入れ込んで、左右差なども微調整するといかがでしょうか。今の感じや横を向いた時のデコルテ部分のふっくら具合とかも脇のねお肉を入れてあげることで変わってくるので、これが魔法です。でこの魔法の付け方を試着室で試して、こちらのねリストをチェックしながら一番綺麗にお胸が収まるものを探します。お胸がこの上のラインからはみ出たり、逆に隙間はないか。猫背だとね姿勢のせいで隙間ができやすいので、姿勢は正した状態、胸を張った状態でチェックしてみてください。また左右差がある場合には大きい方で確認して、小さい方にはパッドを入れて調整してください。そして前中心、この部分ですね、ここが肌から浮くことなくしっかりフィットしているか。ここに指 1,2 本ね余裕ですっぽり入っちゃうようだと合ってないので、しっかりバージスラインに合っているか前中心も見てチェックしてください。そしてアンダーラインが床と大体平行に一直線になっているか。こんななって床と全然平行になっていなかったらストラップがきつすぎると思うので調整し直してください。またストラップはちゃんと調整しているのに、デザイン可愛さ重視のブラとかはストラップが結構つるっとしてるものですぐ動いちゃうようなものもあるし、購入した後でもね何回か洗濯を繰り返しているとやっぱり経年劣化でストラップが勝手に動くようになったりもするので、そろそろ買い直し時じゃないかなーって、その辺もまめにチェックしてみてください。で最後は腕を振ってみたりバンザーイとかしてみて、アンダーラインが浮いて下乳が出てきたりしないか。もちろんね動いてれば多少はずれてきますけど、少しバンザイしたぐらいですぐガクってずれて下乳が出ちゃうようなブラはアンダーサイズやカップの形が合っていないはずです。この5つのチェックリストを全て満たすものがあなたのパートナーブラ
ブラです。パートナーブラって良くないですか？私がつけた言葉ですけど、相性バッチリのベストフィットマイブラみたいな感覚で読んでます。もちろんね、動いていればどうしても隙間ができてきて脂肪は元の位置へ戻っていこうとするので、お手洗いの時などにメイク直しだけでなくボディメイク直しもこまめにして美ボディをねキープしてあげてください。ちなみにサイズを選ぶ時はこの魔法の付け方をした状態でぴったりなサイズを選んでください。時間が経てば隙間はできちゃうけど、その都度直せばいいし、逆に時間が経っても隙間ができないようなブラは胸が成長する隙間もないので、もうねこれ以上大きくしたくないっていう方はいいかもしれないですが、もっと大きくしたいっていう方は少しくらい余裕があるものを選んであげるのをおすすめします。少しだけですよ。本当魔法の付け方した時はぴったりだけど、時間が動いて時間が経つと隙間ができてくるなーくらいののがベストかなと思います。もうすごいグラマラスボディにしたいからって一気に大きすぎるブラをつけちゃうと、それはそれで支えられないし、クーパー靭帯が緩んで今度は垂れ乳とかのね原因になっちゃったりもするので、それくらい正しいサイズを選ぶっていうのは重要なのです。そしてこの魔法の付け方はブラをつけている間大きく見せてくれるのはもちろん、ブラには形状記憶させる補正効果もあるので、毎日日中はこの状態でいればコルセットをつけてウエストがくびれていくのと同じように、形状記憶で背中や脇のお肉は少しずつだんだんと胸にいるのが当たり前になっていきます。離れ乳気味の方とか、間違ったブラの付け方で形が悪くなってしまった方でも、その間違ってきた期間よりも長い時間をかけて補正してあげればだんだんと変わってくるはずです。私もね中学時代はミニモニさんに憧れて、ちっちゃくて子供っぽいことが可愛いの正義だと決めつけていたので、わざとね小さめのカップでアンダーブカブカのブラとかをつけて胸に悪いことをして、どんどん形もね崩れていってたんですが、大きいとか小さいとかより姿勢よくね堂々としてる方がかっこいいんじゃないかと気づいてからは、ブラの付け方にも気をつけてきたので、友達と温泉とか行くとほぼ 100% 胸の形を褒めてもらえるようになりました。ほんと昔の私のような失敗を続けている方がいたら、一人でも多くに届いてほしいです。あとは前回紹介した5つの習慣やご好評いただいているバストアップマッサージや運動と合わせてブラの付け方も気をつけてあげるとより効果アップなので、成長期の方はもちろん成人を過ぎている方でも少しずつ変わってくるので、ぜひ試してみてください。以上、今日の内容は本当におすすめで永久保存版なので、ブラを買い替える前にはぜひ見直してみてほしいなと思います。ナイトブラとかのサイズを選ぶ時にも、まずはね通常のワイヤーブラのカップサイズを知っておかないと、ナイトブラのサイズもずれてきてしまうので、身長体重と同じくらい保険部員のみんなにはアンダーサイズと正しい自分のカップサイズも把握しておいてもらいたいなと思います。はい、それでは最後にみんなで作るナイトブラの現状報告です。どうぞ。フィット感がまだちょっと弱い。形が微妙じゃないですか？わー、すごい全然変わってる。おお、これもついてる。これファースト、セカンド出てきましたついに。おお、まだね完成じゃないんですけどねかなりなんか理想形に近づいてるぞ。前回のよりはこうピタッとくっつく感じが出てきましたね。そうですね、ここがまだ余裕がある感じがするので、今下これがついたことですごい下はキュッと入れる感じがしてるんですけど、上ももうちょっとこういう感じがしたらいいなと思って。最後サンプル2枚授業いたします。お、ありがとうございます。最後とご紹介微妙に違うんですよ。だいぶセカンドの時から進化してる。1枚抜きましたので、あ、その頃はだいぶ薄くはない。あ、いい、なんか熱い感じしなさそう。いい。セカンドのなんかダブつきがすごいなくなってる。伝わるだろうか。この脇の部分とかももうちょっとね下にあったんですけど、上に持ってきたことによって脇肉をこっちに持ってくれる感じがするし、こいつでかいですね。こう寄せてくれる、持ち上げてくれる感じがあるから、でも苦しくないからちょうどいい。さっきねここが低くて肩ひも細いバージョンのものつけてみたんですけど、それだとやっぱり大きさがある方にはあんまりやっぱり支えづらくなっちゃうのが、こう引っ張られる感じがしたので、やっぱりこれくらいの高さがあって太さがあるタイプの方がいいかなと思いましたね。この透け感とか可愛くない
はいということでちょっとね遅くなってて申し訳ないんですけど、年内クリスマス頃には発売できるように頑張ります。アンケートもねたくさん答えていただいてるので、みんなの意見を受けてこだわりの強い部長が満足いくものを必ず作りますので、もうしばらくお待ちください。ということで本日は佐久間流正しいブラの見つけ方とミンブラの新着をお届けしました。で次回はこちらの動画のリメイク版の後編、成長期を過ぎて20代後半から2カップアップした部長流の方法をお話ししていきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。それでは今日の動画も少しでも参考になりましたらグッドボタン、コメントで感想などもお待ちしています。ではまた次の部活でお会いしましょう。またね。